はい、はい、今日はですね、スケール練習の、フレーズ、紹介シリーズ。イエーイということで、まあね、このスケール練習の、フレーズっていうか、フレーズなんですけど、このパターン、いろんなパターンが、あるので、それをね、たくさん、練習して、指がね、上手に動かせられるようにしたら、いいんじゃないかっていうことで、私は、以前からはね、スケール練習の練習シリーズみたいなのをね、ちょっとちょいちょい紹介してるんですシェアハピしてるんですけど、今日はそのシリーズもんということでやっていこうかなということですね。じゃあ早速、今回はですね、こんな感じでどうでしょうか。ドン！ドレミファソラシドレドシラソファミレミファソラシドレミファミレドシラソファ。はい、こうですね。一見これなんかやったことありそうな練習じゃないですか。ドレミファソラシドレドシラソファミレって別にそんななんか凝ったフレーズじゃないじゃないですか。ある意味そのパターンをちゃんと明確にして練習しないと意味がないというかそういう感じなんですけど、どういうパターンか分かりますか？ C メジャースケールなんですけど、ドレミファソラシドじゃないですか。 C メジャースケールってドレミファソラシドレドシラソファミレミファソラシドレミファミレドシラソファって1オクターブ上がってでまた1オクターブ下がるけど1個上がった音から1オクターブ下がるみたいな。でまた1個音上がってズルルルルルルルで1個音上がってで1オクターブ下がるみたいなね。こういうパターンをねちゃんと守って練習すること、これが大事だということでちょっと今日はこの紹介をしていこうかなということで、早速ねちょっとこれから吹きに行こうと思います。これはちょっとなんか黒歴史やなこれははいどうもやばちょっとなんかあれでしたけどちょっとなんかこれも思い出ということではいじゃあ早速やってみるんですけど、スケール練習ね皆さんどういう風に練習してますか？なんだって練習してないだってスケール練習はもうそんな絶対やってくださいね。歯磨きと一緒なんで、これはもう日課なんで、これはちょっともう何も考えんととりあえずやってみてください。はい、ということで例えば C メジャースケールだったらこういうパターンでやってたりとか、もうちょっと上手な人とかはこんなパターンでやってるのかなって私は思うんすけど、ずっと上がってずっと下がってみたいな感じじゃないですか。なんていうの、ずっとその長くって上がって長くバーって下がっていくじゃないですか。そうじゃなくて上がって下がって上がって下がってっていうのをずっとね繰り返していくっていうね、これはね結構なかなかもうちょっと簡単に見えるじゃないですか。ちょっと難しいんでなんていうかな、結構指の運動、頭の、脳トレわかんないですけどそれにもなるんかなということでちょっとやってみてください。今日はちょっと分かりやすくテンポ遅くでちょっとやってみますんで、60でね始め
まあなんかそういう感じで、まあサックスのそのフラジオの音あるじゃないですか、まあ、そこに行くギリギリまでの言ったら普通に出せる音っていうか、そこまで限界に、まあ、このねスケール練習っていうのはまあやったらいいかなみたいな、まあ、そんな感じですね。まあこれでもっとね今60の8分音符でやりましたけど、まあそれもねそれこそなんでしょう120の16分音符とか、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ無理してやったらこれ意味ないんで、ちゃんとしっかり動くなんか速さでしっかり丁寧にきちんとやることが、これはまあ音楽の練習の、まあ、鉄則なんで、これ何の楽器でもそうですね。サックスでもピアノでもドラムでもギターの何でもそうなんですけど、まあ、絶対こう自分が確実に動かせられる速さでしっかりと練習することが練習なんですよ。それが練習なんですよ。そういうのが練習なんで、まあ、ちょっとそれは忘れんといていただければなとまあ思うんですけども、 C だけじゃなくて例えば F メジャースケールとかでもねこれはやったってまあいいわけですよね。まあまあなんかそういう感じで、あとは例えば、ペンタトニックとかもこれでやるとすごいいいんじゃないかなとまあ思うんですよね。まあなんか覚えたいスケール、ちょっとこうなんかわからないんですけど、なんかねオルダードとかまあいろいろあると思うんですけど、覚えたいスケールとかをただ単にわーってこう上がって下がってじゃなくて、こういうちょっとアレンジをねこう加えてやるとなんか覚えるんですよね。結構なんかわからんけど、だからちょっとまあねそういう練習もちょっとまあなんかやってみていただくといいんじゃないでしょうか。でなんかまあちょっと話それたんですけど、まあ、C メジャースケールで今最初ねでまあ吹きましたけど、理論好きな人っていうか、まあそういうねちょっとなんか理屈なんかめっちゃ好きな人とかはちょっとこうね楽譜見ていただくとよく言うじゃないですか。井戸振り見えろで、まあ、何のことか分かりますかね。イオニアンスケール、ドリアンスケール、フリジアンスケール、リディアンスケール、ミクソリディアンスケール、エオリアンスケール、ロクリアンスケールってね、あると思うんですけど、まあ、まさにこの練習って、まあ、若干そういう要素あるんですよね。だからドレミファソラシドはイオニアンスケールじゃないですか。でドリアンスケールはレドシラソファミレってそうじゃないですか。でミファソラシドレミがフリジアンスケールでファミレドシラソファリディアンスケールでみたいな、まあ、感じですよね。だからなんかまあ、やみくもにこうバーって吹くもいいんですけど、まあ、ちょっとね、イオニアンスケールだな、ドレミファソラシド、今ドリアンスケールだな、レドシラソファミレみたいな感じで、まあやってもいいかなみたいな。まあ私はやってないですけどね、そういう風に考えてはまあこう練習はしましたよ。でもなんか別になんか
これはドリアンだとかもちょっと思いながら、まあ別にそんなやってないですけど、まあでもなんとなくですけど、やっぱ無意識にこういう練習、この練習をしていると、なんかまあドリアンかなみたいな感じでちょっとなんか意識できるのかな。まあわかんないですけど、この感覚の部分に自然と刷り込まれていくみたいなまあそういう感じですかね。まあ、別にこれねちなみになんですけど、ジャズとかでこういうスケールのなんかアドリブするのにこういうスケールとかあるじゃないですか。イオニアンスケールかドリアンスケールとかちょっとあるんですけど、さあまあ大事っちゃ大事やけど、そんなにゴリゴリに意識してやらんでもなんかいいんちゃうかなってすごい思うんですよね。なんかそれよりももっと大事なことってなんかある気がして、なんかちょっともっとね、なんかこうまあなんかそんなことないですか。そういう感じで別にこれ知らんくても別にアドリブ別にできるし、まずアドリブできてからこういうスケールのなんか内容とか覚えた方がなんかピンときやすいんじゃないかなってまあちょっと思ったりするんですけど、スケールの練習のなんか夏のそのフレーズみたいな紹介ってこうやってきたけど、単にわーって吹くんじゃなくって、これはまあこういうところに気をつけてまあしようかなみたいなことをうっすらやっぱ思ってると記憶に定着しやすいんじゃないかなってまあ思いますね。戻ります。はい、いかがでしたでしょうか。まあアドリブの話もちょっと吹いてるところでも出たと思うんですけど、まあこのスケール練習のこのパターンを紹介するシリーズで結構毎回言ってるんですけど、まあできるのであれば楽譜に全部こう書かんと練習した方がまあいいんですよね。これなんでかって言ったら、結局アドリブってなんかそういうことなんですよ。こういうことちょっとそういうことなんですよ。だからその書かんと頭に思い描いたものを吹くみたいな感じなんですよね、アドリブって。まあ言ったら、だから書かれてるものを吹くっていうのってアドリブはそうじゃないじゃないですか。だからこれはね、基礎練習の時から考えて吹くみたいなことをもうちょっとなんていうかな、癖づけるっていうか、これね多分ねそんな大事かなって思うと思うんですけど、これ大事だと思うんですよね。なんか根本的にやっぱりそうやと思うんですよ。アドリブの話とか言ってるけど、例えばなんか、メロディーフェイクとか、そういうなんとかってやっぱりなんかメロディーを普通にバーって吹いててもなんかってなるじゃないですか。その時にやっぱり自分で思ったものを音にしていくみたいな作業ってメロディーフェイクとかアドリブもそうですけど、大事だと思うんですけど、なんかそういう部分って日頃のその脳の回転の癖みたいな、なんかちょっと意味わかりますかねなんかそういうのもちょっと大事なんじゃないかなって、私は思うんですけど、一回ちょっとね、やってみてもらってもういいかなみたいな、そんな感じですね。騙されたと思って、別にそんなことあれですけど、ちょっとやってみてくださいはい、じゃあ、今日はこれで終わります。この動画が面白い、役に立ったと思っていただいた方は高評価をチャンネル登録もよろしくね。うおー。